2020年にリリースされたダイナマイトに続き、バターや新曲、パーミッション2、ダンスが、米、ビルボードのシングルチャートで、それぞれ1位を記録し、世界中で人気を博している BTS。メンバーは、リーダーの RM、最年長のジン、作詞作曲を手掛けるシュガ、ダンスパフォーマンスを牽引する J-HOPE、ミルク担当のジミン、ビジュアル担当のテテ、最年少でメインボーカル担当のジョングクで構成しており、2013年のデビュー当時は、所属事務所のビッグヒットエンターテイメント、現、ハイブが小さな事務所だったこともあり、メンバー全員で小さなアパートでの共同生活をしていました。ジミンと J-HOPE は、この頃から宿舎生活中は常にルームメイトを続けていますが、こんなにも長い期間ルームメイトをし続けた理由はなぜなのかまとめていきたいと思います。ポプミンとは BTS は家族のように仲が良く、クオズ、テテ&ジミンやクサズ、RM&J-HOPE とコンビごとの相性があります。そしてジミンと J-HOPE にも相性があり、ホプミンと呼ばれています。ちなみに、ホプミンは日本語の愛称となっており、英語ではジホペ、韓国語ではホプミンまたはミンホプという愛称が使われています。2人はダンスパフォーマンスで BTS を引っ張っているだけでなく、周りを盛り上げるところがとても似ており、ホプミンと聞けばとても明るい印象がありますよね。ジミンと J-HOPE だけは宿舎が変わってもルームメイト。BTS の最初の宿舎はノンヒョン駅近くのアパート3階にある17坪の小さな部屋となっており、寝室が1つだったので全員がルームメイトでした。こちらは SBS で放送された新人王防弾少年団という番組での BTS の宿舎部屋紹介です。成長期の男の子7人が住むには、見るからに狭い部屋で、ヒョウのぬいぐるみを抱えたジミンの後ろに2段ベッドが見えます。部屋割りなどはなく、全員同じ場所に2段ベッドがあり、寝ていたようです。BTS の生活感が漂う部屋を見ると、頑張っての今があるんだと感慨深くなります。2015年に小さな宿舎からハプチョン駅から直結のメセナポリスという多くの有名人が住んでいることでも知られている建物へ引っ越しをします。寝室の数が増えたため、2から3名で1つの部屋を使えるようになりました。部屋割りは、ジンとシュガー、RM とジョングク、J-HOPE とジミンとテテでした。ジンとシュガは永遠のルームメイトだと話すほど気が合い、一緒に何かをするというわけではないけれど、たまに一緒にテレビを見たりしながら過ごせていたようです。RM とジョングクの部屋では、ジョングクが大きないびきで有名な RM のいびきに悩まされていたり、RM は洋服が大好きなので、部屋には多くの洋服が散らかっていることが、ラジオで面白おかしく語っていました。3人で部屋を使っていた J-HOPE とジミンとテテの部屋にはたくさんゲームが置いてあり、常に賑やかで遊んでいたようで、この部屋にジョングクが入り浸っていることも多かったようですね。そしてその後、宿舎の部屋割りが変更になり、ジンとシュガー、RM とテテ、J-HOPE とジミン、ジョングクとジョングクはじゃんけんで一人部屋を勝ち取りました。年功序列ではなく、公平にじゃんけんで決めるところに、BTS には先輩後輩は関係ない絆があるんだなと思いますね。その後、人気が大きくなり、世界進出も果たして成功をつかんだ BTS は、3つ目の宿舎を韓国で最も高級と言われているマンション、ハンナムザヒルに移しました。ちなみに、ハンナムザヒルの家賃は、月120万円から150万円という驚愕のお値段で、外国大使館関係者、画師、政財界の要人なども居住していると言われています。バンタンの新宿舎、ハンナムザヒル集合住宅、歴代最高水準の高級アパートメント、月150万くらいだってさ。そりゃ
みんなが帰ってきてるのかわかんなくて家でも LINE しちゃうよな。この頃は一人一部屋を使えるくらい広い宿舎となっていましたが、ジミンと J−HOPE の2人だけは引き続き一緒の部屋を使い、ルームメイトを継続します。眠る前に2人でたわいもない話をするのが楽しいらしいです。ジミンと J−HOPE のそれぞれのベッドの真向かいにはお互いの写真、プレミアムフォトを飾っており、ベッドから目覚めた時にすぐに目に入るようになっているようです。ホプニンの部屋、ベッドの距離近すぎない？ 2020年にリリースされた Life Goes On の MV では、宿舎が撮影現場として使われており、ジミンと J−HOPE の部屋が出ています。ここがお二人の部屋？ Life Goes On に出てくるこのお部屋、まさかのホビさんとジミンの部屋だったなんて。2018年頃からメンバーがマンションを購入しているという報道が流れています。2020年10月15日に BTS が所属するビッグヒットエンターテイメントが韓国取引所へ上場し、BTS メンバー各自の保有株価値が8億円を超え、BTS 株として話題になった後にもメンバーのマンション購入報道が流れています。報道が出始めた当初から共同生活を解消なのではと憶測が飛んでおり、現在は購入した居住地に移り住んでいるメンバーもいるという説が濃厚とされています。BTS は不動産も購入したので、2019年末からそれぞれが一人暮らしを始めるため、ハンナムザヒルは解約するのではないかと言われていましたが、現在もハンナムザヒルの部屋を借り続けているようです。メンバーはそれぞれの家をすでに購入していますが、現在も作業をするために立ち寄ったり、ツアー後の打ち上げなどでハンナムザヒルにメンバーが集まることも多いようです。BTS の宿舎であるハンナムザヒルのお部屋紹介映像のシャンデリアと売り2つなので、彼らは7人で打ち上げしたんだと思う。ジミンと J−HOPE の仲良しエピソード。BTS の公式 Twitter はメンバーそれぞれが投稿することもありますが、ある日なかなか帰ってこない J−HOPE に向けて、ジミンが J−HOPE いつ帰ってくるんだと J−HOPE の写真を出しながら投稿したところ、公式 Twitter で今家にいると返信して、実家で飼っているシーズー犬のミッキーにこんにちはと挨拶させている動画を投稿してアーミーを和ませました。韓国のクイズショー番組ユクイズオンザブロックに出演した際に、練習生時代のビハインドストーリーを語ったジミンは、他のメンバーの中で一番遅く事務所に入ったため、他の練習生に追いつくために朝4時まで練習して6時半には起きるという生活をしていたといい、その時期はとても辛かったと話しています。そんな中、最初に出会ったビッグヒット関係者である J−HOPE のことはとても印象に残っており、初めて出会った際に J−HOPE から僕たち2人ともダンスが好きだからたくさん交流しようねと伝えられたエピソードを話していました。ただ、その後6ヶ月間も J−HOPE からジミンに交流を図ることはなかったそうですが、今では笑いながらそのことについて話している姿から改めて仲の良さを感じます。ルームメイトをし続ける理由は？ J−HOPE はメンバーの中で同一の DNA を持っていると感じる人は？という質問にジミンを選んでいます。その理由はよくマッチしているので部屋を共有することができます。私たちはどちらも問題を抱えるタイプなので、これらの考えを互いに共有し、解決策を見つけたいと思っていると答えています。以前 J−HOPE はジミンからヒョン、僕はヒョンとルームメイトですごく良かったと思う。自分一人だけだったらすごく寂しかったと思う。と言われており、そんなことを聞いたからジミンとはずっとルームメイトでいてあげないと思うんです。と2019年に公開されたドキュメンタリー映画ブリング・ザ・ソウル・ヒー・ムービーで発言しています。
ジミンの寂しがり屋な性格と J ホープの優しい性格、そしてお互いをリスペクトできる関係だからこそ、こんなにも長い期間ルームメイトを続けられるのだと思います。まとめ。今回は J ホープとジミンが一人部屋が持てるようになってもルームメイトであり続けている理由についてまとめてみました。確実に宿舎で共同生活を送っていた2019年の時点で J ホープとジミンのルームメイト歴は7年目になります。いつまで宿舎生活をしていたのかが曖昧ではあるものの、ここまでの長い宿舎生活を送り、ルームメイトを続けている韓国アイドルはほとんどいないのでは？お互い似たような性格で気が合うことに加え、寂しがり屋のジミンの気持ちを汲み取って、J ホープは優しく広い心の持ち主なので、ルームメイトをずっと継続させたのでしょう。ハンナムザヒルの現在はいつでもメンバーが集まれるスペースとして残しており、使っているようです。それぞれのメンバーが家を購入していながらも、7人が集まる場所としてや作業をする場所として宿舎を残してあることが素敵ですし、アーミーとしても嬉しいですね。